こんばんは。タップダンサー振付家の踊る夏子です。この番組は一人でいる夜にと言いまして、私が日曜日の夜に23時から23時半まで一人で喋っているというトーク番組です。声は聞こえていますか？マイクチェック。マイクチェックお願いします。マイク OK ですかね？チェックチェック。大丈夫ですか？聞こえてますか？大丈夫ならこのまま喋り進めます。マイクチェック OK ですか？あ、よかった。大丈夫みたいです。はい。ですね。毎回お話ししてるんですが、これ今日多分8回目になるんですが、4月の終わりだったかな？ 5 月の終わりだったかな？ 4 月の終わりですね。私ちょっと4月鬱になっておりまして。で、誰とも喋ることもないし、こう一人で、メールのやり取りとかしてるんですけど、誰かと喋りたいなと思って夜お酒を飲みに行くこともできないし、それでちょっともうその日思い立って YouTube でここで喋ろうと思って始めた番組です。ですので皆様がお客様というかね、Hi, good evening, good evening。 はい、いろいろな方がね来てくださってありがとうございます。 Thank you, thank you for coming。 はい、Thank you for watching every day。結構ね毎日見てくださってる方がいらっしゃるんですけど、日本語で喋らさせていただきます。はい。私は普段ねタップダンス仕事にしているんですが、この1年はちょっと、昨年はそれでもね振り付けの仕事とかイベントのご依頼もまだねあってねたくさんやってたんですけど、この春はね全然仕事が今ありませんね。なのでちょうどよく研鑽の機会かなと思って結構練習していますね。作品も作っているんですけれども、練習の方法、作品を作る振り付けの方法なんかを考え新しく考えるというよりは考え直しています。無意識にこれまでやってこれてたことを、意識的にやることができるかどうかというようなことを、実験しておりますよ。はい。それでですね、そうですね、今週のことを話す前にね、ちょっと今、途中から見てくださった方もいるから、足元を見てもらいましょうか。こんなね、靴見えるかな。はい。はい、今のジングルの代わりです。はい、今週していたことですね、の話に行きたいと思います。今週はね、その振り付けについて考え直していたと今言ったんですけれども、私はとても即興が実は得意なんですね。本当にその時に集中して即興で何かを生み出していくこと、そこの場にある人や物や気配やそういうものをこう感じながらその場で生み出していくということがとても得意なんですけれども、ただおそらくですが即興だけずっとやっていてもどこかで行き詰まる。ですごく昔にやはり即興だけやっていた時にそう感じたことがあって、その時は一旦即興を全くさっぱりやめて、おそらくね4年ぐらい封印して完全に振り付けだけ行うようにしていた時期があります。で、振り付けをだけ行っていたらやはり、振り付けの仕事がいっぱい来るようになったので良かったんですけど、一生懸命やってることってちゃんとこう周りの人が見ているわけではないと思うんですけれども、そういうお仕事が回ってくるっていう風に、ね、なってるんだなと思ったんですが、でその時はとにかくあらゆる音楽をどうやってタップダンスに気持ちよくタップダンスにできるんだろうということを考えていて、あとはその
単純に気持ちよく音楽的にやるというだけではなく、音楽そのものに対してどういう役割を持つことができるか。タップダンスがですよ。タップダンスが音楽に対して物語的にどういう役割を持てるかということを考えたりしていました。でそういうことを考えていたので、タップダンスではない演劇の振り付けのお仕事も多くて、タップダンスではないですよね。あとはダンスを全然やってない方々の踊りなので、バレエでももちろんないし、ヒップホップでもないし、ただその時にいただく振り付けの曲に応じて、シーンとシーンの間のつなぎというかお話の転換だったり、そういうことを踊りでやるということをやっていました。ちょっとコメントが来たので読みます。はい。That was nice quick dance at the end of the stream. Could you include your toes and camera? Okay, okay. You don't have to do that, but when you ever... はい。わかりました。Okay, okay. I will bye bye. With my barefoot. 裸足でバイバイしてほしいなっていうコメントが入ったので、裸足でバイバイしますよ。言っています。はい、そうですね、振り付けの話です。で、まあそういう時期があって、で、とことん振り付けだけやっていた後で、また即興に戻ると、やっぱりね、自分の言葉が増えてるんですよ。ですので、リズムだったり、動きだったり、ニュアンスだったり、やっぱりそれはやっただけ言葉が増えているので、より即興の選択肢が増えるんですね。で、これはこういうことなんだなって思ったんですが、なんかこう一つ一つ覚えているものを出して動いているわけではないんですよね。本当に喋るのと一緒なんです。喋る言葉って、まあ、出す時に選んでますよね。何を喋ろうかって選んでますけれども、自分の母国語は考えないで感じてることがそのままちゃんと言葉に出るじゃないですか。っていうふうに自分のタップダンスがなるように毎日足で喋っているということですね。で特にですけどたくさん仕事があって忙しい時は自分が喋りたいことではなくてその振り付けとしてこれはどういうふうにしようかとか、あとはそうですね、他の人が踊る時にこれはこういうふうにした方がいいなとか考えて進めていくわけなんですけれども、私ね、自分が踊る作品をじっくり考えて作ってなかったんだなって思うんですが、いやそうでもないんだよな。じっくり考えて作ってはいるんですけど、その方法論は確立しているようでいて確立していないような自分に対しての振り付けですね。なのでそこをね、あの最近ずっとやっています。これね、何がいいか自分で分からなくなったりするんですけど、でもね、なんかね、分かんないわけないんですよ。自分で本当はこれじゃダメかもなってどっか本当は気がついてるはずなんだけど、こう大好きすぎて溺れていたいっていう感じになったりするんですよ。例えばその音楽の世界の中になんかドップーって使っていたいみたいな気持ちになるので、それは振り付けとしてどうなのかっていうとちょっとなんか一人でやってればっていう感じになっちゃったりするんですよね。っていうのは頭では分かってるんだけれども、まあそこね気持ちいいんですよ。どっぷり泥沼の恋愛に使ってるみたいな感じで、なんかその周りが見えなくなってるみたいな感じはまあなんかそこは通過点なんですけどねっていう感じで振り付けのことずっと考えていられるなんてある意味
今私幸せだなって思っています。だけどね、なんかこう一人でずっとうちにいて誰とも話さないとやっぱりインスピレーションがね減っていくなって思うんですが、週に1回ぐらい外に出てるんですよ今。先週もちょうど日曜日は撮影現場に行きましたし、今日はちょっと美術展示のオープンスタジオに午前中に行って、たくさん知人がねこう入居してレジデンスアーティストとして創作活動してる、それをオープンスタジオしていたのでそこに行ってきたんですけど、そこでね何人かのアーティストとお話しして、でやっぱりすごくこう美術系のアーティストの方々なんですが、お話しすることでインスピレーションももらうし、この作品面白いなっていう、そういうことでとてもワクワクして帰ってきました。で午後は私が代表を務めている NPO 法人の総会が第1回総会がありまして、で私ねちょっといろいろ進行をちゃんとできないでベラベラ喋りすぎたりはしちゃうんですが、まあそこでも皆さんとね会員としてみんなでどういう未来を作っていこうかっていう話をさせていただいたりしたんですね。はい、ありがとう。そうなんですよ。はい、そうなんです。I have a high functional autism, but I don't let it stop me. いやー、スマイティそうなんだね。そうですよ。いや、Yes。今ね、コメントくれた方が、踊る夏子さんは、知的障害のある人たちと一緒にタップダンスの、あの、プロジェクトをやってるでしょって。で、自分も、自閉症が、多分、後期の自閉症じゃなくてなんだっけな、何かしらの自閉症を持っているけれども、あの、人生を楽しむことをやめないよって書いてあって、はい、その通りだと思います。そう、その足音でつながろうプロジェクトの中では、自閉症候群って言われる方もいるんですけど、私の彼らの印象は、表情は割と無表情な方が多いですけれども、とても楽しんで踊るし、あとはリズムに関して正確だったり、あとね空間認識ですかね、空間の中のどこに立つかとか、すごく広いところで人の行動を把握しているとか、そのオーチズムの方々の感覚っていうのは単純に違うだけだなって思ってます。で、だからそれが今の社会で障害となってしまうのは周りの問題であって、一つの能力なのになっていうふうに思って活動しています。Thank you, Smitey. はい。そうなんですよ。で、ね、なんかちょっと話がどちらかありますけど、今日はその足音につながるプロジェクトの総会があって、その未来にどういうふうにしていきたいかっていう話もしたんですが、会員の他の人たちの未来、こういうふうにしたいなっていうのをこれから集めてから計画を作りましょうっていう話をしたんですね。2030年までの10年間の計画を作るにあたり、今主体的に関わってくださっている会員の方々の、あとメッセンジャーの方々のメッセンジャーの方々の願いとか、この10年で実現したい夢とか、そういうのを集めてから計画を作ろうとしています。はい。で、その中でね、私書いたんですけれども、やはり発達の速度が人と違うと、日本では飛び級とかがないんです、学校に。ですので、なんかこのチャンスが人よりちょっとゆっくりめに成長しているとチャンスが得られなくなってしまうということがあるのではないかなと思うんですね。多分逆もあって、すごく成長の早い人がずっと
もっと進みたいのにと思いながら我慢してるっていうこともあるのかもしれないんですけど、でそういうのとかも解消していけたらいいだろうなとか思ってます。それは私がというよりは、私たちの活動によってあの何らかの知的障害と言われる人たちが能力をちゃんと発揮できてないだけであって、素晴らしい能力を持ってるんだよっていうことが伝えることができれば、そのように日本の教育の仕組みだったり、社会の理解、お互いのコミュニケーションですね、お互いのコミュニケーションがうまくいったりするんじゃないかなっていう話を、はい、今日はしていました。はい、ちょっと一瞬踊ろうかな。よいしょ。じゃあね、踊るときはこれをこうしないちょっとかな。はい、これはね、一応ジングルの代わりです。はい、あとはね、今週ちょっと考えていたことも少し話しますね。今日私今すごい元気ですよね。だからこれがたくさんの人に会ってたくさんのお話をした日の私なんですよ。多分すごくこのぐらい会った人のエネルギーを全部シューって吸収して生きてきたんですね。なのでずっと家の中に一人でいて、オンラインでもちろんお話もするし、チャットとかもしてるんだけど、直接人の間にいないことで多分エネルギーがどんどん減っていっていたんだと思うんですね。その鬱になったりとか、先週も元気なかったんですけど、で、今週も昨日ぐらいからだいぶ元気になってきたんですけど、今週ね、何考えていたのかというとね、私自信について考えてたんです。自信って何だろうっていうことですね。で、私は特に自信がないつもりがそんなにないんですけど、普段ね、できないこともわかんないけど、これやらなくちゃどうにもなんないならとりあえずやるかっていう感じでやるんですよね。できなくてもやるんですよね。でだからできてないじゃんって言われたらそうですねっていうだけなことであって、あの自信とかあまり考えてなくてやるんですけど、ただね、やっぱり苦手な分野ってたくさんあるんですよ。行政文書みたいな文字を読むとか、あとは事務仕事、パソコンでする事務仕事みたいなのはほとんどやったことがないので、Excel とか使えないですし、あとは数字が苦手なので、金額とかちゃんと確かめて何かやったりするのは完全にできないとは言いませんけど、やりますけど、一生懸命考えてやりますけど、ミスが多いんですよ。すごく大きな間違いがあったりして、周りの人が見てくれるのでいいんですけど、私は考えを反映できるところまでなんとか自力でやって、あとは周りの人に渡してお願いするんですけど、っていうふうにやってるので、特に自分にね、自信がないっていう自覚はないんですね。そうなんですよ。で、だけど、どうなんだろうな、自信っていうのはつまりなんだろうなって思うんですが、さっきの振り付けのね話に通じるんですけど、あの私自分は即興が得意だって言えるじゃないですか。それはやっぱりものすごくたくさん振り付けをしてきてるからなんですよ。で振り付けもたくさんしてきてるし、即興の場っていうのも本当に毎度積み重ねてきていて、それは自分が踊るだけではなくて、すごく大勢の人を楽しく過ごすような即興の場作りっていうのももう何年も重ねてきていて、その中に知的障害があって話をしない人たちも含まれて、でそういういろいろな感覚の持ち主ですよね。細やかさだったり聴覚だったり、あのいろいろな感覚の持ち主がそこにいた時に、
私は今ここに喜びを感じている。私は今それをちょっとやってみたいみたいな意思をきちんと今だって言って今だよって誘うっていうようなことですよね。でそういうことをしながらこの場を作っていくというのが私のね多分得意なところなんです。で、そのことの裏側にやっぱりそうやって振り付けをするっていうこともあって、多分その人の今やりたいなっていうのだけが得意でも全体の構成だったり全体の流れをきちんと何か形にしていくには構成力だったりどういうところに落とし込もうかみたいなことが無意識にできないとみんなは楽しかったけどねっていうことになってしまうと思うんですよね。なんかみんなの気持ちいいところっていうんですかね。みんなの気持ちいいところを探すっていうのにこれまでしてきたね振り付けの試行錯誤っていうのは絶対生きてるだろうなっていうふうに思っています。そうなんですよ。で、それで自信の話ですね。なので私はそこに関して自信がなかったりっていうことはないんですね。で、じゃあ自信ってどこから生まれるかっていうとやっぱり自分がそれをどれだけ毎日やってきたかっていうことだと思うんですね。毎日どころじゃないですよね。四六時中そのことを考えていられて四六時中あれどうしたらいいんだろうなこうかなこうかなってイメージをし続ける。でなんかそのイメージが見えた時にはもうできるんですよ。だけどここに見えるイメージがぼんやりしている時っていうのはまだずっと探ってる状態なので足で探る。私の場合はタップだって考えるのでタップダンスで探るんですけれども、ある時ここにパーって像がねどうすればどういう景色になればいいっていうのがなんか分かる時があって、そうするとなんかすごくいいものができるんですけどいいものって自分が思ってるいいものなんですけど、でもねそれでいいんですよ。自分でよかった見たやつができたこれだって分かるので、で多分そういうことが自信ですよね。自分を信じてるって書くでしょでだからやってきてないことには自信はまだないですよね。これでいいのかなとか映像の編集もそうですしこの字幕をつけたりっていうのもそうですし、これでいいのかなって思ってまだまだ探りながらこうやってるんですけれども、皆さんがねこういう風に見てくださるからありがとうって思って頑張りますって毎回ねこれだったら楽しいかなとか声が聞こえづらいかなとか翻訳つけたらみんな何喋ってるか見てくれるかなとか思っています。なのでねまだ YouTube 探り探りなんですけれどもよろしくお願いします。はいまだちょっと時間があるので、もう一踊りぐらいしようかね。これね、今日ここじゃ乗れない。こっちかな。失敗した。なんか今ちょっと失敗しましたけど次はねちょっと本の紹介です。今週ねあまり本が読めなかったんですけど、またその自信について考えてたからですね。そうだから自信はやってないことにはないよねってことなので、毎日毎日そのことを考えてやっていくしかないんだなっていうことでした。前回ねビートルズの歌手の紹介したんですけど、じゃあ日本の歌で好きなのは何ですかっていうとねこれなんですよ。これは何かと言いますとね、小学生の
これ私の娘のやつですけれども、小学校でもらう歌本です。おもちゃのちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃとかですね。いつのことだか思い出してごらん。これね、何がいいかって言いますと、私小学校などのイベントに行くことも多いんですけれども、私たちの知ってる童謡と私たちの知ってる童謡とか唱歌と今の子供が知ってる童謡が違うんですよね、もう。でこれは私の娘のだから、これでももう10年前のですけれども、でこれを見て、ここに載ってるやつだったら知ってるかなっていう感じで、単にその時に流行っているポップスだけでなくて、学校で歌ってそうな歌をあの学校の演目に持っていくことがあります。で意外とこれね、旋律だけでもちゃんと書いてあるじゃないですか。そしたらピアノを押せるんですよ。だからこれこんな曲だったっけなって、うろ覚えだったものがなんかピアノを押せるので、なんとなくはっきりするっていうね、とこですね。はい。でこれでこういうのでタップを作って歌いながら踊ったりちょっとしたりします。これね、この間出しましたね。春のうららの隅田川ね、これ桜の花の時にやったやつですね。私の場合結構娘にピアノを弾いてもらったりすることが多いんですけどなんかね、そうだね、最後にバイバイしてねって言ってるから大丈夫だよ。なんかあったタイムいつか30 minutes 30分わかるかなはい。あともう一冊本紹介させてください。最近まだちょっと読んでないですけど、これ昔ね、よく読んだ本で、岡本かの子さんのね、短編集です。で、これ、岡本太郎さん、美術家の岡本太郎のお母さんなんです。で、私、この岡本かの子さんのね、この短編集とても大好きなんですけど、何がね、一番好きかっていうとね、金魚両卵ってやつなんですね。金魚の話なんですよ。で、金魚って日本でなんか発展したあれかなと思うんですけど、金魚をどんどん改良して華やかな金魚を生み出すっていう人の話なんですね。で、そういう研究がされていて、とにかく交配を繰り返すわけですよね。この金魚とこの金魚を掛け合わせたら華やかなヒレで綺麗な色の金魚になるのではないかとか。だけどそれってやはり自然の摂理にあののっとっていない、ちょっと人工的に増やしたい遺伝子を残していくみたいなことだから、そう簡単に人間のね思うようにいかないんですよ。でそういう描写がずっとあって、でその時代っていうのはそういうふうに研究する学生さんとかにお金と家を与えたりする人がいて、君は見込みがあるから自分がお金を出すから研究をしなさいっていう人がいて、その金魚の研究をする若者がいるんですよ。でもうそうもらってるし、ちゃんと研究しなくちゃってことで研究するんですけど、結果が出せないんですよ。なかなかいい金魚が、素敵な金魚が、思うような金魚が生まれないんです。でなんかもう諦めようかなぐらいな時に、ものすごい雨が降って豪雨で池が溢れて金魚が流されちゃうかもしれないと言って金魚を見に行った時に、夢に見たような美しい金魚が放置してあった方のなんか小さい池で勝手に、自分が守ってたとこじゃなくて放置してあったダメ金魚たちの中から生まれていたっていう話なんです。でなんかこれね、やっぱりその作品作る時にダメなネタの中で勝手にいいやつがあったみたいなことってあるじゃないですか。捨てたやつが良かったとかね。あと回り回って
なんだ一番初めにやってたやつかみたいなこととかもあるので、でこの金魚両卵ってやつはねとても大好きなお話です。ということでね、ちょうどね半になりまして、なんか私最後に足でバイバイしてほしいなって言われたので、足でねバイバイしようと思います。はい、ということで今日紹介した本は 2個でした。歌友達と岡本かの子さんの短編集でですね、金魚両卵。はい。またこちら概要欄に貼っておきます。で、よかったらぜひ皆さんチャンネル登録をしてください。で、あともう一つ、足音でつながろうプロジェクトの方も今たくさんね動画上がっていまして、今週もまたカッパブギウギの動画が上がる予定で、こちらもねチャンネル登録をどんどん増やして早く1000人になるといいなと思っております。はい、ということで、お立ち会いいただいてありがとうございました。ね、それでは皆さん今週も楽しくお過ごしください。足でバイバイね。はい、バイ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 ありがとうございました。おやすみなさい。Have a good night. Good night. Good night.